ネックラインをブレイクするまでは売りを狙わないということになります。トレードでは有利なところでポジションを持とうと思ったら、ちょっと嫌なやつにならざるを得ないんですね。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、早いエントリーの解決方法。エントリーが早いという悩みを持っている全ての方への処方箋をお伝えしていきます。相場の方向感の見立ては合っているのに、いつも損切りした後に思った方向に伸びていくという方、多いのではないでしょうか。このようになってしまう理由の一つは、エントリーが早いことなのですが、そもそもなぜエントリーが早くなってしまうのかの原因を知らずに損をしている人も多いです。そこで今回は、早いエントリーが生まれてしまう原因とどうやったら解決できるかを解説していきたいと思います。早いエントリーに悩んでいる方はぜひ最後まで動画をご覧ください。それではまずエントリーが早い原因について解説をしていきたいと思いますが、これは結論、相場の構造やトレンドがどうやって移り変わっていったの流れを分かっていないという点にあります。相場には構造というものが存在します。英語ではマーケットストラクチャーというんですが、例えば家を建てることをイメージしてもらいたいんですが、家を建てる場合というのは、このようにまず基礎を作って、そこに柱を立てて、さらに柱の間には筋交いといってこのような斜めの木材を入れることで構造を補強していくことになります。で、こういう構造があるからこそ家は頑丈に作ることができるわけなんですが、相場にも同じように構造というものが存在します。で、相場には大きく分けてトレンド相場とレンジ相場の2つがありますが、相場が勢いづいているトレンド相場においても、流れが停滞しているレンジ相場においても、相場の流れを形作る構造が存在します。建物でいう骨組みのようなものです。そしてこの構造を把握せずにトレードをしてもうまくいきにくいです。流れに逆らうことになるので、相場に助けてもらいにくくなりますし、流れをせき止めている堤防があるのに、堤防に向かって突進するようなものです。そのためまずは相場の構造について解説をしていきたいと思います。それではですね、こちらの図を使って相場の構造について解説をしていきたいと思います。上昇トレンドからレンジ相場を形成して下降トレンドに転じていく様を表していますが、相場が変化していくに伴って、投資家心理がどのように変化するかを見ていきたいと思います。まず登場人物の整理をしたいと思います。トレンドにはフェーズが存在しますので、各フェーズごとの登場人物をここに加えてみましょう。それがこちらの図です。まずはこの D の部分に注目してください。この場所で相場に参加している人たちというのは、トレンドの初期の買い手ということができます。トレンドの頭から尻尾まで全て取れていますので、トレンドの覇者と呼ぶこともできます。それから C の部分なんですが、C の人たちというのは、この D の部分での上昇の動きを見て、押し目買いとして参加してきた人たちということで、中期の買い手と呼ぶことにしましょう。はい。それから B のボックスの部分なんですが、この場所で参加してきた人というのは、このような明らかな上昇トレンドの動きを見てからの参加ということで、後期の買い手というふうに呼びたいと思います。それからこの A のボックスの部分で参加してきた人たちなんですが、結果的にはレンジ相場の中に捕まってしまったことになっています。この人たちが相場に参加した時というのは、このようなレンジ相場になるかどうかわからなかったんですが、結果的にはレンジ相場の中に捕まってしまったということで、他のフェーズの参加者とは違う状態にありますので、これらの方々を最後の買い手というふうに呼びたいと思います。それではこれらの各フェーズごとの登場人物の心理が相場の変化に従ってどのように変化していくのかを見ていきたいと思います。この A のボックスの部分に注目してください。ここで買った人たちの心理に少し思いを馳せてみたいと思うんですが、ここで買った人たちの目的というのはただ一つしかありません。それは直近のこちらの高値を抜いていくことです。相場がこのような上昇トレンドであるということを確認して入ってきたわけですから、当然といえば当然なんですけども、ただ結果的にはこのようなレンジ相場になってしまっているわけです。入った場所がレンジの下限の近くであればいいですが、このレンジの真ん中付近で入った人たちの気持ちを考えてみると、相場がこのようにレンジ内で上下に揺れ動くに従って自分のポジションが含み益になったり含み損になったりっていう状態を繰り返している状況にあります。そわそわと落ち着かない心境であるということが推測できます。そのような動きが続く中で、今こちらに青のラインで示したラインを下にブレイクする動きが出たとしましょう。はい。ちなみにこの青で示したラインのことをネックラインというふうに呼びます。ネックラインというのは注文が集中しているラインというふうに捉えてください。はい。例えばこういうポイントであったり、こういうポイントっていうのは、押し目買いを狙って買いを仕込んでいる勢力がいるわけです。はい。ですので、このラインの下にはそういった買い勢力の損切りの注文というものが集中していることになります。さて、このネックラインを終わったことで、A の投資家たちの心理がどうなるかというのを考えてみましょう。同じ図に相場の各ポイントにおける投資家心理の変化を記してみました。ネックラインを下にブレイクすることで A の投資家たちというのは全員が含み損になります。このラインをブレイクされたことで初めて痛みが生まれるわけです。A より一段下の B のポイントで買っていた人たちはどうでしょうか。 B の人たちというのは今まであった含み益が減少し始めたり、ポジションを取った位置によっては縦値場で戻ってきてしまう人たちもいます。少し前まであった含み益が減ってしまうということで不安を感じ始めます。さて、その後相場が1から2のように戻しを形成する場面ではどうでしょうか。A の人たちの中には、
含み損が減って安心感を覚える人や、利益まで戻る人も出てくるでしょう。少し前まであった痛みから解放されることで、こうした戻ったポイントというのは A の人たちのポジション手仕舞いが発生しやすいです。買い手の手仕舞いなので売り注文、つまり相場にとっては下押し圧力になります。B ゾーンの投資家の心理はどうでしょうか。 B に関しても、減少していた含み益が再び増加し始めることで、含み益がなくなっていく不安から解消されます。また高値更新がこのように止まって、安値をブレイクしてきたことから、手前の上昇トレンドがもう終わるということを察知して、やはりこうした戻ったポイントというのは手仕舞いが発生しやすいポイントになります。このように投資家心理が変化していくので、戻ったポイントでは下がりやすくなります。では仮に2のポイントからさらに下げて3のポイントまで下げてきた場合はどうなるでしょうか。はい、まず B ゾーンの人たちの心境から考えてみましょう。B ゾーンで買った人たちの中には、先ほどの2番のポイントまで戻ってきた時に、ここからさらに直近の高値を更新していくんではないかと、スケベ根性を出して、まだポジションをホールドしている人たちもいるわけです。ただ実際にはですね、その期待を虚しく、さらに安値を切り下げるような展開になってきたことで、まだ買いポジションをホールドしている B の人たちの中に、含み損という痛みが生まれてくるわけです。同時に B より一段下で買っていた C ゾーンの人たちのことも考えてみましょう。この C ゾーンで買っていた人たちというのは、今までたっぷりとですね、含み益が乗っていたため、余裕しゃくしゃくという形で相場を眺めていたのですが、このようにネックラインをブレイクし、戻ったところから再び売り込まれて安値を更新したことで、下降トレンドに変化したということに気づき、これまでたっぷりと乗っていた自分たちの含み益がこれからますます減っていくという不安に駆られることになります。つまりこの3番まで下落してきたポイントというのは、C の人たちにも不安が生まれるということになります。はい、そのためこの3番から戻しを形成した4番のポイントというのは、含み損を抱えている B の人たちの痛みの解放であったり、含み益がこれからどんどん減っていくんではないかという C の不安の解放ということから、はい、こうした戻しを形成したポイントというのは、B ゾーンであったりとか C ゾーンでポジションを持っていた勢力の手仕舞い注文、つまり買いの手仕舞いですので、売り注文が発生しやすく、相場にとっては下押し圧力が生まれやすいポイントになります。はい、すでに下降トレンドになっていますから、新規の売り手も参入しやすいということもポイントです。このようにですね、相場の動きに従って変化する投資家の心理でトレンドが変わっていきます。そして相場の構造が変化するポイントというのは、このネックラインを超えたところが最初の起点になるわけです。つまりこのネックラインを割らない限りは相場の流れって変わらないんですね。バタフライエフェクトという言葉がありますよね。最初は小さな変化なんだけども、それが最終的には予想もしなかったような出来事に影響していくっていうことを例えた言葉です。あれと同じような形で、最初はネックラインを割るという小さな変化なんですが、それが各フェーズごとの投資家の心理に少しずつ波及して大きな動きになっていくという感じです。ここまでご覧いただいたことで、相場の構造については理解いただけたと思います。ネックラインをブレイクすると相場の構造が変化するということですね。では肝心の早いエントリーを解決するにはどうしたらいいのかという点ですが、これは今回上昇トレンドから下降トレンドへの転換を題材に話をしていますので、売りを狙う場合を例にしますと、ネックラインをブレイクするまでは売りを狙わないということになります。これはですね、必ずしもこういうところで売ってはいけないということではないんです。で、こういうところでショートをしてもいいんですが、相場の構造はまだ下落に転換していないんです。だから少し下落したら決済するようにしないと上昇トレンドだということでおしめ買いが入ってきてしまいます。なので売りを持ったとしても決済のタイミングを誤ってしまうと担ぎ上げられて損切りさせられる。で、それを繰り返しているうちに失意呆然となってしまい、そうこうしている間に相場はネックラインをブレイクして下降トレンドに転換していく。でもその流れには自分は乗れていないということになるんです。ですので、冒頭でもお伝えしたことを繰り返すと、早いエントリーっていうのは今説明したような相場の構造と構造が変化するポイントを理解していないからそうなるんです。この図で説明した通り、ネックラインを超えたことで初めて買い勢力の中に痛みが生まれます。ちょっと嫌なやつですが、この痛みに注目するんです。トレードでは有利なところでポジションを持とうと思ったら、ちょっと嫌なやつにならざるを得ないんですね。いずれにしてもですね、早いエントリーに悩む人は、まずはネックラインの特定、そしてネックラインをブレイクするまではアクションしないというのも試してみる価値のある解決策ですので、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。ネックライン終わったら下降転換していくと考えていいのかという質問を持つ方もいるかもしれませんが、例えばこういうところに安値がある場合は注意が必要です。これは押し安値と呼ばれる安値ですが、高値更新した起点の安値ということで、再び買いが入りやすいポイントです。売っている人にとっても、こういったポイントの近くになってくると、嫌がって決済してくるといったことが考えられます。はい。ですので、ネックラインからこの押し安値まで落ちることを想定して、リスクリワード的に狙う価値があるのかどうか、それはですね、トレーダー一人一人が腹積もりを決める、自分の取引ルールを決める必要があります。トレンドってそう簡単に変わりません。ダウ理論の中にこういう有名な文言があります。トレンドは明確なシグナルが出るまで継続する。
逆に言えば、明確なシグナルが出ればトレンドは転換するということなんですが、明確なシグナルって何っていうと、今回の解説の例では安値をブレイクする、つまりネックラインをブレイクするというところになります。ダウ理論のトレンド転換の捉え方にはですね、いくつか流派みたいなものがありますので、それは以前ブログで解説した記事があるので概要欄に貼っておきます。合わせて読んでいただくと相場への視野が広がると思います。それでは今回の動画のまとめです。今回は早いエントリーを解決するにはというテーマでお話をしました。相場には構造があり、まずはそれを理解することが重要であること。相場の構造の変化を読み取るには、投資家の心理の変化に注目すること。相場の構造が変わるのはネックラインをブレイクしてから。早いエントリーが治らないのであれば、ネックラインブレイクを待つことが解決策の一つであるという点をお話ししてきました。さて、皆さんいかがでしたでしょうか？方向感は合っているのに、エントリーが早いために相場の動きに乗れないというのは誰しも経験があるかと思います。で、僕自身もですね、早いエントリーに悩んだ時期というのが当然ありまして、それがどれだけ悔しいものなのかは十分すぎるほど理解しています。で、これは以前投稿したコツコツドカンを解決する方法という動画の中でもお話ししてるんですが、うまくいかない時って必ず何か原因があります。ですが、その原因をしっかりと突き止めようとしないで、小手先のテクニックで何とかしようとすると、泥沼にはまって抜け出せなくなるんですね。例えば RSI だけだとトレンド転換をつかむのに甘いから、MacD も追加してフィルターをかけようとかですね。で、インジケーターの追加っていうのが何らかの原因に対するアクションならばいいですが、そうでなければただの思考停止です。相場のエントリーって実は2種類しかありません。英語でリスクエントリーとコンファメーションエントリーって言うんですが、リスクエントリーというのは、例えば左の図のように、このようなレジスタンスライン、またはゾーンとして見てもいいんですが、このようなラインやゾーン到達でポジションを持つというやり方です。レジスタンスゾーンやサポートゾーンの領域で価格がどのような反応を見せるかを見ずにエントリーするということなので、リスクを取っているということです。これはこれで一つの考え方です。で、もう一つのコンファメーションエントリーは何かというと、レジスタンスゾーンやサポートゾーンで価格がどういう反応を見せるかを確認してエントリーする方法です。で、コンファメーションは英語で確認という意味ですから、文字通りということですね。今回の動画で説明した内容に基づくと、このようなレジスタンスラインのところで、ネックラインを形成して、そのネックラインをブレイクしてきたのを確認してからポジションを持つというやり方です。どちらがいいとか悪いとかを話すつもりはありません。その人に合う合わないもあると思います。ただ、リスクエントリー、コンファメーションエントリーのいずれを取るにしても、その方法でうまくいかないのであれば何か原因はあるし、改善していかないといけないことには変わりありません。そしてエントリーが早いっていう場合は、リスクエントリーになってしまっている可能性も非常に高いと思うので、それでうまくいっていないのであれば、今回の動画の内容を参考にしていただくのがいいのではないかなというふうに思います。今回の動画を通じて新しい視点を得られたという方は高評価をしていただけると、今後の動画作成の参考となります。また、早いエントリーになりがちなもう一つの要因として、相場の波を捉えることができないという原因もありますので、ぜひこちらの N 波動の動画も合わせて視聴いただくと、より理解が深まると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。